ちは、マリーです。そしてこちらは息子のゆうくん、生後10ヶ月です。そうだ、京都へ行こうということで、紅葉を見にゆうくんと京都へ旅行に行ってまいりました。紅葉とっても綺麗だったね、ゆうくん。早速その様子をご覧ください。まずは京都の紅葉での人気エリア、嵐山地区に行きました。最初に訪れたのはこちら、宝鏡院です。ここは本当に紅葉が綺麗で、庭の中に入ると赤い世界が一面に広がってました。そしてこちら、建物の中からの眺めも素敵で、とっても綺麗なのでおすすめです。続いて向かったのがこちら、宝鏡院の隣にある清涼寺です。こちらはガイドブックなどにはあまり載っていないおすすめの穴場スポットです。こちらも紅葉が綺麗だったのはもちろん、大きな風鈴を回すという貴重な体験もすることができました。途中で紅葉を見ていたら小腹が空いたので、ちょっと休憩タイム、出店でみたらし団子をいただきました。続いて向かったのがこちら、常寂光寺です。京都でもトップクラスと言われるほどの紅葉の名所だけあって、その景色は圧巻の一言でした。そしてこちらからは三五野の景色を一望できます。続いて電車に乗って一乗寺駅周辺にある2つのお寺に向かいました。こちらの円光寺は庭園の美しさが評判のお寺です。それほど広い場所ではないですが、庭園には池や竹林もあり、とっても見応えがあるんです。ちなみに私は前回の旅でこの庭園のファンになり、今回の旅で一番楽しみにしていました。境内にはかの徳川家康公のお墓があったりもする由緒正しい場所ですが、にっこり微笑むかわいいお地蔵様や居眠りをするお地蔵様などを探して回るだけでも楽しく過ごすことができます。そしてこちらは円光寺から徒歩3分の場所にある四川堂です。こちらも綺麗な庭園が大人気のスポットです。注目ポイントは刈り込まれたさつきともみじのコラボレーション。緑と赤のコントラストがとっても綺麗です。私たちが行った時にはちょうど夕日が差していて、もみじがとっても綺麗に見えました。最後のおすすめスポットは将軍塚清流殿です。こちらの見どころは何といっても展望台。京都市内を一望することができる穴場スポットです。景色がいいので夜来るのもおすすめだと思います。そして広めの庭園もあって、石の上を歩きながら見て回ることもできます。私たちが行った時も人が少なくて、ゆっくり見て回ることができました。食べちゃダメだよ。いかがだったでしょうか。これからも育児に役立つ情報や可愛い一コマをお届けしますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。